こんにちは、みえこです。今日はワンハンドルの小さいバケツ型のバッグを作りました。布の持ち手で中にマグネットのついたスナップもつけました。簡単にできるから一緒に作ってみましょう。それでは最初にいつも使っているキルト綿ですが、アメリカからの輸入品です。ちょっと薄いですがとても使いやすいです。これはだいぶ以前にまとめて購入してありました。ですが Amazon で今でも売っているようなので詳細欄に入力しましたので見てくださいね。ではまず持ち手から作ります。8センチ ×60 センチの布を1種類、そして内側に入ってしまいますが、これも持ち手の布で10センチ ×60 センチを1枚用意します。そしてこのオレンジ色の布のちょっと生地が足りないんで足してありますけど、半分に畳んでアイロンをかけます。次に緑色の布、片側だけ1センチでアイロンをかけます。端までかけますよ。そしてキルト綿7センチ ×60 センチをオレンジ色の布の上に置いて中心をミシンで縫います。さらにこのオレンジ色の布の上に緑色の布を置いて1センチで端を縫います。こんな感じにできたら内側に畳んで先ほどアイロンをかけたところを針で留めて、中こんな感じになってますよ。これを端まで針で留めたら15センチのところを切ってください。そして緑色の布の端の部分に刺繍糸でステッチします。ちょっとシワシワぐらいが可愛くできますよ。そして今度はスクラップ布を用意します。どんな長さでも大丈夫ですが、5センチの幅に切ってください。こんな感じですよ。いろいろな色切ります。次にキルト綿30センチ ×27 センチ切ったものの上にスクラップ布を並べて順番に布を乗せて1センチの縫い代でミシンで縫います。これを端まで縫います。ちょうど中央に来るところにハンドルの部分、持ち手の部分と同じ色の布を使うと一体感ができてなかなかいいですよ。そして
布のつなぎ目ですが、いつも同じ場所に来ないように少し調整しながら乗せていきます。端まで9列縫います。そしてキルト綿からはみ出ているスクラップ布を切ります。次に刺繍糸でステッチします。刺繍糸は2本取りで一度に3本の針を用意して縫います。ちょっと大きめに縫うのですぐできますよ。出来上がるとこんな感じにできます。裏はこのようにできています。端はそのまま縫い代の部分から玉留めして縫い始め、縫い終わりもそのまま玉留めしています。縫い代の中に入るので大丈夫ですよ。次に裏布を用意します。表布と同じ大きさで30センチ ×27 センチ2枚用意します。次にカーテンのレールの中にあったこの木の丸いもの、これ輪っかをちょっと使うことにしました。お店に行ってもこんな感じのもの売ってますから安心してくださいね。そして短く切った15センチのハンドルの布を中心に留めて、この木のリングを通します。針で留めて1.5 センチの縫い代で縫います。このようにできます。開くとこんな感じにできてますよ。次に反対側もつけます。キルトトップの中央にハンドルの布を置いて、木のリングにハンドルの布を通し、キルトトップの中央に針で留めます。ハンドルの布はつながっていますよ。間違いのないようにしてくださいね。そして先ほどと同じように裏布を乗せて 1.5 センチの縫い代で縫います。このようにできています。トップの布と裏布の部分を縫いつなぎます。右と左どちらも1センチの縫い代でミシンで縫います。今度はバッグの底を作ります。14センチ ×17 センチのキルト綿2枚、そして裏布1枚用意します。ちょっと底を厚めに作ります。
先ほど作ったキルトトップの同じように順番に布を乗せて縫いつなぎます。このようにできます。キルト綿が厚くなっているのでずれやすいからミシンの運針は大きめに、そしてゆっくり縫ってくださいね。余分な布を切り落とします。そして刺繍糸でステッチします。このようにできます。少しずつずれてくるので慎重に作ってくださいね。ではこれをバッグの底に縫います。中心に合わせて縫います。針で留めて1センチの縫い代で1辺ずつ縫います。最初と最後を返し縫いしながら1辺ずつ縫うと簡単にできますよ。そしてキルト綿の角も切らなくて済むので、この方法だと簡単に作れますよ。そして裏布をかぶせて底をまつります。どんな縫い方でも大丈夫です。縫い代が隠れていれば大丈夫なので大きめに縫ってください。そして表に返すとほぼできています。裏布が表に出てくるのでバッグの入れ口は刺繍糸でステッチします。縫い代を押さえるように大きい運針で縫います。そしてバッグのハンドルの部分にマグネットもつけると便利ですよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。